RX80PR ペイルライダーの系譜。ペイルライダーとは、地球連邦軍の次世代モビルスーツ開発計画ペイルライダー計画によって誕生した試作型高性能モビルスーツである。ペイルライダー最大の特徴は、イフリート界やブルーディスティニーシリーズに搭載されたエグザムシステムから派生した特殊システムハデスを搭載している点にある。通常時でも従来のモビルスーツ群をはるかに凌駕する破格な機体性能を有していたペイルライダーは、この特殊システムハデスをひとたび発動すれば、機体の基本性能がさらに向上し、驚異的な破壊力を発揮する超高性能機へと変貌を遂げる。そんなペイルライダーの系譜の始まりは、地球連邦軍が開発した汎用量産型モビルスーツ RGM79 ジムにまで遡る。なお、ブルーディスティニーの系譜とエグザムシステムについての解説は、同チャンネルのブルーディスティニーの系譜の動画をご覧ください。ジムから始まるペイルライダーまでの系譜。ペイルライダーの系譜の始まりとなったジムではあるが、ペイルライダーにまで至る系譜は意外にも分かりづらく、現在も曖昧な設定が残されているなど、かなり複雑なものになっている。その原因は、ペイルライダーのベースとなった機体 RGM79SP ジムスナイパー2と、その開発コンセプトの元になった機体 RGM79SC ジムスナイパーカスタム、さらに同じスナイパーの名称を持つ RGM79G ジムスナイパーという3機とも名前は似ているが、それぞれの開発元となったベース機が全く異なるというややこしい設定が分かりづらい原因となっている。ジムスナイパーカスタムとジムスナイパー2はベース機が違うため系譜上のつながりはないが、開発コンセプトを継承している点では関連性の強い機体同士ではある。しかしジムスナイパーは陸戦型ジムをスナイパー仕様に調整しただけの機体であるため、非常に紛らわしいが系譜のつながりもない上に関連性も全くない機体となっている。つまり分かりやすくジムスナ系列機だけをピックアップした系譜図にするとこんな感じです。この他にも派生機や関連機が腐るほど存在するのですが、ペイルライダーには関係ないため今回は省略しています。 RGM79 ジムをベースに遠距離、中距離、近距離など戦況に応じて様々な仕様にカスタマイズできる機体として重装型のジムスナイパーカスタムが開発。その設計コンセプトを継承しつつ、地球連邦軍のオーガスタ研究所でジムの後期生産型と呼ばれる RGM79G ジムコマンドをベースに開発が進められたことでジムスナイパー2が誕生。さらにジムスナイパー2をベースに戦後の連邦軍機を担う次世代モビルスーツとしてペイルライダーのベースとなる機体 RX80 が誕生することになる。なお両機ともにスナイパーの名を与えられてはいるが、スナイピングに特化した機体というわけではなく、あくまで狙撃任務も可能な汎用性に優れた機体というコンセプトで開発されている。さらにジムスナイパーカスタムのスナイパーは狙撃を意味しているのではなく、アメフトのフォーメーションを元ネタにスナイパーと名付けられており、開発コンセプトはアメリカの拳銃コルトガバメントの高級装甲仕様となるコンバットコマンダーカスタムをイメージして製作されたという秘話がある。コンバットコマンダーカスタムとは、状況に合わせて様々な仕様に変更可能なカスタム志向の強いモデルのこと。つまり簡単に言えば、スナイパーカスタムとはアメフトのフォーメーションから名付けられ、スナイパー特化型ではなく近距離、中距離、遠距離仕様にカスタマイズされた汎用性の高い機体であるということである。ペイルライダー計画。エグザムシステムの開発者クリスト・モーゼス博士の死とイフリート界ブルーディスティニーシリーズ3機の大破によってオリジナルのエグザムシステムは失われ、エグザムシステム開発計画は凍結してしまう。しかしこの計画の過程で開発されたエグザムシステムの量産試作バージョン、通称オルタをオーガスタ研究所が入手したことによって、グレイブと呼ばれる交換のもとプロジェクトチームが発足し、このオルタのデータ解析に着手。しかしオーガスタ研究所が手に入れたものはオリジナルのエグザムシステムではなく量産試作バージョンのオルタであったことから、本来のエグザムシステムが持つパイロットにニュータイプ的な勘を付与するという再現には至らず、データ解析は困難を極めた。そこで彼らはエグザムシステムの模倣を目指すのではなく、学習型コンピュータを根幹に膨大な戦闘データから敵機の行動予測を行うと同時に、その時に最も適した最適解をパイロットに提示し、場合によっては
OS を介したリミッター解除や機体制御への強制介入へと移行するシステムの開発にシフトしていく。さらに専任パイロットもシステムを構成する一部としてシステムとの協調性を高めるため投薬による非人道的な調整も行われている。これがペイルライダー計画であり、こうして完成したシステムは Hyper Animosity Detect Estimate System、略してハデスと呼ばれ、後日する3機の実験機での検証テストが行われた後、ペイルライダーに搭載されることになる。 RX80WR ホワイトライダー。この機体はペイルライダーの完成に至る前段階としてハデスの搭載に向けたシステム検証を目的に開発された試作型モビルスーツである。ペイルライダー計画の試作1号機にあたるホワイトライダーはゼウスと呼ばれる特殊システムを搭載。このゼウスは主に脳波検知と学習型コンピュータを一体化させ、敵機の行動予測機能の実現と射撃管制の補助試験を目的にしたシステムであった。また頭部にはゼウスの他にサイコミュ受信機を再現した試作段階の脳波検知用モニタリングユニットを搭載しており、合計8本のアンテナがまるで王冠に見えるような特殊な外観を有している。ゼウス発動時には頭部センサーが赤く発光し、武装に関しては試験運用を兼ねた複合型特殊武装試作型シェキナーと近接戦闘用兵装ヒートレイピアを装備。この試作型シェキナーは同じくオーガスタ研究所で改修を受けた RX784 ガンダム4号機のメガビームランチャー、 RX785 ガンダム5号機のジャイアントガトリングガンが一体化した装備である。主にメガビームランチャーの試験を目的に開発されているが、冷却機構に問題があったためシェキナー自体に放熱板を増設したことで弓矢状の特殊な形状をした装備として完成している。 RX80WR レッドライダー。この機体はペイルライダー計画の試作2号機に該当し、モビルスーツ本体のデータ収集を目的に開発された機体。ホワイトライダーに搭載されていたような脳波検知用モニタリングユニットを排除する代わりに、教育型コンピュータにアレウスという特殊回路が組み込まれている。このアレウスは戦闘時に駆動系と推進系のリミッターを解除することで運動性の向上を図ることが可能になっている。その上昇率は300秒間ではあるものの、最大 150% まで運動性能を引き上げることができたと言われている。その反面、パイロットへかかる負担は殺人的なものであったため、パイロットが失神及び心肺停止に陥った際には自動的に電気ショックによる心肺蘇生が実行されるプログラムリムダが起動するという仕組みも実験的に搭載された。外観は後に開発されるペイルライダーとほぼ同様で、本機の形状がペイルライダーの基本形状を決定づけることになる。武装は標準的な装備に加えてビーム刃を内蔵した攻防一体型シールドツバイハンダーを装備し、増加装甲として RGM79SP ジムストライカーと同タイプのウェラブルアーマーが装着されている。 RX80BR ブラックライダー。この機体はペイルライダー計画における試作3号機に該当し、量産化を見据えた技術検証機として開発されている。そのためハデスの簡易量産バージョンとなるテミスと呼ばれるシステムを搭載しており、特殊な調整が施されていないため一般的なパイロットでも運用可能なレベルにまで自律制御時の負荷が抑えられている。後にこのテミスは後日する量産検討機 RX80PR にペイルライダーキャバルリーに実装されることになる。光学迷彩システムを搭載しているためステルス性も高く、背部には試作戦術ユニットスティールヤードを搭載。これによって高度な電子戦も可能な戦術実戦機として完成している。武装は高度な電子戦とステルス性を生かすためビーム兵器は非搭載になっており、レールキャノンやワンブグレネードランチャーなど実弾兵器を装備している。 RX80PR ペイルライダー。ペイルライダー計画の試作4号機に該当する本機は前日のレッドライダーで得られた実戦データをもとに機体の基本仕様が決定され、本命となるフルスペック版のハデスを搭載し初実装されることになる。その機体性能は一年戦争当時の機体としては破格の性能を有しており、 1500kW 超級の高出力熱核反応炉に加えて総推力は10万 kg を超えるというモンスター級モビルスーツとして完成。
後年にガンダム開発計画で誕生する RX78GP01 ガンダム試作1号機に匹敵する性能を有している。ここからさらにハデスを発動した際には機体のリミッターを解除し、パイロットの命を無視した超高機動戦闘を自律制御状態で実行するなど、ここまで来るとバグっているとしか言いようがない。とはいえこのような無茶苦茶な仕様が完全な兵器としてなり得るはずもなく、そもそもクルスト博士の死によってブラックボックスローゼンと化したエグザムシステムをベースに開発されているハデスは、暴走という致命的な欠点も兼ね備えていた。結果的にエグザムシステムでも発生していたさっきの5人から起きる暴走はハデスにも引き継がれており、ジャブロー攻防戦に実戦投入された際は敵味方問わず攻撃対象とする暴走事故が発生。その後も学習型コンピュータの改善とペイルライダー本体の調整作業が繰り返されるが、根本的な解決には至らず、アバオア空攻略戦において中破し、ジオン軍に露獲されるという末路をたどってしまう。ペイルライダーの武装バリエーション。基本性能の高さとハデスの搭載がピックアップされるペイルライダーではあるが、その他にも機体各部にウェポンラッチを配置したことで戦況に応じて多彩なオプション装備を選択可能な点も特徴の一つとして挙げられる。最初期のペイルライダーはハデス使用時にかかるジェネレーターへの負荷を懸念してビームライフルの装備を断念。その代替品として 90mm ブルパップマシンガンを装備していた。その仕様は陸戦仕様と呼ばれ、ハイパーバズーカと小型シールドを装備した状態を陸戦軽装備仕様と呼んだ。ペイルライダー陸戦重装備仕様。 90mm ブルパップマシンガンに加えて逆部3連ミサイルポッド、スパイクシールド、ヤシマ重工製の 180mm キャノンを装備した形態。特筆すべき点は右腰部に追加した補助アームで保持する 180mm キャノンを装備した点にある。高機動戦闘を重視するペイルライダーに長距離砲撃専用の重火砲を装備させたことで、遠距離からの砲撃に加えて近接格闘戦においても短期で他を圧倒する性能を発揮することが可能となる。ペイルライダー空間戦仕様。ペイルライダーを宇宙空間での360度全領域戦闘に対応させた空間戦特化タイプ。開発にはガンダム4号機と5号機の武装と設計思想を取り入れ、推進系の強化と稼働時間の向上を目的にプロペラントタンクも増設されている。武装はハイパービームライフルとジャイアントガトリングガン、対モビルスーツ専用シールドを装備。いずれもガンダム4号機と5号機用に開発されたものを流用している。RX80PR にペイルライダーキャバルリー。この機体は前述のブラックライダーで試験的に搭載されたテミスの改良型を搭載したペイルライダーの量産検討機。生産性向上のため各ユニットのコストダウン化が図られており、ペイルライダー計画の集大成ともいえる機体である。基本性能はペイルライダーと同等な上、頭部はツインアイに加えて2本のブレードアンテナが採用されているため、よりガンダムタイプに近い仕様になっている。またハデスもリミッターを設けた状態で搭載しているものの、パイロットへかかる負担は変わらず、暴走という欠点は克服できなかったと言われている。装備は標準的な武装にホワイトライダーに採用された複合型特殊武装シェキナー、マイクロミサイルランチャー、ビームジャベリンを装備している。 RX80PR3 ペイルライダーデュラハン。1年戦争後に建造途中であったペイルライダーキャバルリーを復元させ、ハデスは非搭載でありながらペイルライダーキャバルリーと同等の性能を有していた機体。復元にあたってはジムスナイパー2をベースにガンダム4号機と5号機の技術が投入され、 RX81AS G ラインアサルトアーマーのヒートランスや RGM79HC ジムガードカスタムのガーディアンシールドなど他の機体で運用されていた特殊装備が搭載された。 RX80PR4 ペイルライダー D2。 実機として失われたペイルライダーデュラハンの性能に目をつけたティターンズが再びジムスナイパー2をベースにセカンドロットのパーツとその時代に適した近代化改修を施したモビルスーツの製造に着手。こうして RGM79Q ジムクエルに代わるティターンズの次世代主力機として開発された機体がこのペイルライダー D2 である。デュラハンの後継機にあたり宇宙世紀0084時代の近代化改修が加えられた本機はペイルライダー系列機でありながら、デュラハン同様ハデスは排除され、シェキナーやハイパービームライフルなど
中距離戦闘を中心に強力な武装を装備していたが、結果的に量産されることはなかった。 AMX-018 ハデストーリスリッター。一年戦争終了直前、アバオア空港略戦でジオン軍に鹵獲されたペイルライダーは、ジオン残党軍側のさまざまな組織で独自の改修を繰り返すことになる。そして10年の歳月をかけて断続的な改修を繰り返してきた結果、ネオジオンの援助を受けて AMX-018 ハデストーリスリッターが誕生。さまざまな組織を渡り歩き、ペイルライダーの行き着いた最終形態ともいえる本機は、ハデスの機能を生かしつつネオジオンの技術も投入されたことで、連邦軍系とネオジオン系の技術が融合した実験的な機体として完成している。頭部と胸部パーツはペイルライダーのものがそのまま流用され、それ以外のユニットはネオジオンの最新技術が導入。武装に関してもインコムやトライブレード、 AMX-008 ガゾウムから転用されたハイパーナックルバスターなどを装備している。しかしニュータイプ用モビルスーツと互角に渡り合える性能を有していたものの、ハデスの暴走を完全に抑制するには至らなかった。この他にも1年戦争後にペイルライダーがジオン軍に鹵獲され、イフリート海洋の脚部ミサイルポッドとゲルググ系のパーツで損傷箇所を補ったペイルライダーヴィンセント・グライスナーが存在している。このようにペイルライダー計画で誕生した機体の数々は、カタログスペック的に見ても同年代のモビルスーツ軍をはるかに凌駕する驚異的な性能を獲得したものの、ハデスによる暴走が常につきまとい、量産体制を確立することなく半ば空中分解する形でプロジェクトは凍結。最終的にはネオジオンの機体として運用されるという末路をたどることになる。以上、ペイルライダーの系譜を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。